ニュータイプとは何か、宇宙世紀における人類進化の可能性と、その限界についての考察。宇宙世紀という時代において、ニュータイプは単なる戦闘能力を持つ超人ではなく、人類の精神的進化の兆しとして描かれてきた。その存在は希望の象徴であると同時に、歴史的には戦争の道具としても扱われ、深い矛盾と悲劇を内包している。本校ではニュータイプという概念が対比されるオールドタイプ、そして人工的に作られた強化人間との関係性の中で再定義し、なぜ人類がこの進化に希望を託しきれなかったのかを宇宙世紀史の中に位置づけて論じていく。まずニュータイプの定義について述べる。ニュータイプとは、宇宙という新たな生活環境に適応し、人と人とがより深く共感し合うための能力を持った新人類である。彼らは戦場において通常の感覚では捉えられない敵の動きや意図を直感的に察知するだけでなく、時には他者の思考や感情を感じ取る共鳴能力を持つ。その象徴的な描写はアムロレイとガラースンの接触に代表されるように、精神的に通じ合うという領域にまで達していた。ニュータイプの存在は物理的な肉体よりも精神性を重視し、人類が争いを乗り越え、理解と共感を礎とする社会を築ける可能性を示していた。しかし、その理想は現実社会において十分に受け入れられたとは言えない。ここで対照的に登場するのがオールドタイプである。これは宇宙に適応していない旧人類、あるいは精神的進化に至っていない存在を指す。オールドタイプの特徴は、地球という重力の象徴にとらわれた価値観を持ち、他者との理解よりも権力、支配、秩序を重視する点にある。地球連邦政府のような既得権益を維持し続ける勢力はその最たる例であり、ニュータイプを恐れ、また都合よく利用しようとした。こうした背景のもと登場したのが強化人間である。強化人間とは、ニュータイプの能力を人為的に再現することを目的とした存在であるが、その実態は非人道的な人体実験の産物であった。彼らは脳や神経系を操作され、ニュータイプと同等の空間認識能力や遠隔操作能力を持つに至ったが、その代償として精神の安定性を失い、記憶障害や人格崩壊といった深刻な副作用を抱えていた。ホウムラサメやマリー・ダクルスといった存在は、強化人間がニュータイプの模倣に過ぎず、作られた共感力がいかに脆弱であるかを示す悲劇的な存在である。また、ニュータイプ兵器として知られるサイコミュシステムやファンネルなどは、ニュータイプの能力を活用した兵器運用の象徴である。サイコミュはパイロットの脳波を機械に伝えることで直接兵器を遠隔操作することを可能にした。特にファンネルは小型自律型兵器としてニュータイプの思念に応じて自在に飛行、攻撃を行う。これらは技術と進化の融合の象徴でありながら、結局はニュータイプさえも効率的な殺戮の手段としてしか評価しなかった人類の業の深さを示している。このようにニュータイプという存在は本来、人類が戦争を超え互いに理解し合うための可能性として描かれていた。しかしながら人類社会の現実はその理想に追いつかず、ニュータイプを兵器として扱い、戦争を継続するための道具へと貶めてしまった。アムロ・レイが最後に示した人は変われるはずだという言葉は、ニュータイプが現れた意義とその理想がいかにして裏切られてきたかの総括でもある。宇宙世紀を通じて描かれる人類の進化とは、決して能力の優劣の問題ではなく、どこまで他者を理解しようとするか、個と個がどう向き合うかという精神的問いであった。ニュータイプ、オールドタイプ、強化人間という三者の存在は、その問いに対する様々なアプローチと人類の可能性と限界を体現している。そして人類が本当に変われるのか、その答えは未だ宙に浮いたままである。しかし、ニュータイプという概念が提示した未来像は、今なお希望の残照として我々に問いかけ続けているのである。チャンネル登録、高評価お願いします。